シグネットの渋1スイベルラチェット11572、実売価格は3000円ほど。シグネットは私が子供の頃は謎ブランド、やたらビカビカ光っているのにえらい安くて、どうもカナダの会社らしいとされていましたが、今はほとんど日本の資本ファブレスのメーカーで、主に台湾製造の工具を扱うブランドとなっています。全長が 152mm、重量は 126g、渋1のスタンダードって感じのサイズです。グリップはちょっと小ぶりっすね。ヘッドの幅は 31.2mm、厚みがだいたい 19mm、こちらも一般的かと思います。比較しているのはスナップオンの元祖スイベル THNF72、シグネットが厚みありますね。グリップは2つの材質からなるハイブリッド、ハードな樹脂がメインで、指や手のひらが当たるサイド部分は柔らかいゴムになっています。ゴムの部分には小さなコブ付き、断面は少し潰れた楕円なシェイプ、お尻側に紐が通せる穴が開いています。ラチェットのギア数は100枚、送り角 3.6 度はなかなかすごいですね。ただギアのバックラッシュというのか、ギアに噛むまでの空想は若干多めです。逆に回して最初にノッチが効くまで10度くらいは回す必要があります。空転トルクは普通です。重くもなく軽くもなく、ほんと普通っすね。扱いやすい方だとは感じました。切り替えのダイヤルは十字の形、チャキチャキと小気味良い操作感です。通常の丸型ラチェットと同じく、回したい方向の逆にダイヤルを回します。例えばダイヤルを半時計方向に回すと右ネジ、締め方向の作動となります。中央にはプッシュリリースのボタン、ソケットつけるときも外すときもボタン操作が必要なタイプです。ボタンは重すぎず軽すぎず、サイズ的にも押しやすく操作はしやすいですね。首の硬さはある程度調整が可能です。このネジ、多分 T10 のトルクスだと思うんですけど、これの締め具合で調整をします。ゆるゆるから結構しっかりまでいけますので、お好みの硬さにできるでしょう。とてもオーソドックスなスイベルラチェットに感じます。元祖と言われるスナップオンから持ち替えてもほとんど違和感はないですね。パキッと緩めて少しラチェットで回してからシームレスに立てて早回し。首の動きもスムーズで、スイベルってある角度から急に渋くなったりするのがあったりしますが、これはそんな感じもないですね。スイベルの良さをしっかりと味わうことができます。ヘッドの厚みが気になるかと思っていましたが、そんなこともなく、薄々な隙間に使えるという道具ではないですが、スイベルヘッドのおかげでスペースの制限を受けにくく、汎用的に使いやすい道具というふうに感じています。意外と気に入ったのがグリップです。小さいんですけど握りやすい形で、この全長でかけるトルクまでは全然滑りも出ないです。押しやすいですし、引く場合はどの方向にも引っ掛けやすく、50ニュートンくらいまでかけてみましたが問題はなさそうです。スイベルですからドライバーみたいな使い方もいたしますが、縦回しもやりやすいですね。スナップオンのこの形と違い、パワー系には向かないですけど、取り回しがしやすい、持ちやすいグリップです。個人的な思考で見た目だけはあまり好きじゃないんですけど、バランスの良いグリップだと感じました。あとは耐久性が高いことを期待してます。100ギアのメリットはそんなに感じておりません。72ギアと100ギア使い比べれば当然違いは感じていますが、100じゃなきゃ困る、嫌だっていうことはないです。先に少し触れましたが、実際の送り角は10度ほどは必要になりますので、スペックほどの感動は正直なかったですね。スナップオンと比べて空転が軽いというのは使いやすい部分に感じています。首は緩めにして使っています。スイベルラチェットにすごく長いエクステをつけたり、奥まった箇所で使うイメージがあまりないので、スタンダードのソケットをつけて自重で首振っちゃわないけど軽く動く程度の硬さにしています。プッシュリリースがつきますので、首が緩くてもソケットをつけるのに力はいらない。首がドゥルンってなるあの現象、ソケットをつけるときに指を挟む事故が起こらないのがいいですね。総じて気に入って使っています。不満を挙げるとしたら、気になるってほどではないのですが、ラチェット方向の切り替えダイヤルが素晴らしくはないです。切り替えの操作、スナップオンは親指でキュッと回してきましたが、シグネットはちょっと固めでスルッとはいきません。全然やりにくくないので悪くはないんですけど、比べてしまうと一歩劣る感じがあります。それからスイベルというか丸型ラチェットにありがちですが、切り替えダイヤル回すとドライブも一緒に回ってしまって、切り替えたつもりができてないってことがやはりこれでも起こりました。
これ気づかないで使うとスカッと空回ったりラチェット壊す原因になりますから結構厄介。この辺を理由として指3本使って切り替えるとちょっと重い、4本使うとなんとも窮屈と切り替えがしっくりこない、もにょってしまうことはあります。あとは分解ができないということ。成功法ではばらせないですね。ですからオイルに突っ込むくらいしかメンテナンスもできません。調子落としたらおそらくそこで終わり。ダメになったら買い替えるファスト工具系です。中のスプリング変えることもできないので空転トルクの調整もできません。まあ実売が3000円切りますし、スナップ音もラチェットユニット交換はできますが、そのユニット自体は非分解ですからそんなに違いもこれもまあとは思うのですが、直せない、メンテできないってなるとどうにも愛着は湧きにくいっすかね。しかし分解可能なタイプは出先でネジ緩んで使えないとか、ネジの調整が面倒とかってこともありまして、どちらにも良し悪しは感じます。シグネットのスイベルラチェット、とても扱いやすいラチェットに感じました。このリーズナブルなお値段、この道具がこの値段で手に入るというのは素晴らしいことだと感じました。元祖と使い比べてしまうとどうしてもスナップを選びたくはなってしまいますが、シグネットを渡されても使うにあたって不満は多く出ないです。ただ100ギアは活かしきれてない感じ。使用感は同価格帯の72ギアとそんなに変わらないと感じました。36ギアからの置き換えならとても良い感触を得るでしょうが、72からだとそこまでの違いは感じないと思います。同価格帯の似たモデル72ギア以上あればどれ選んでもそこまで違いはないでしょう。スイベルどうなの？使ってみたい思いはあるんだけどって方にこのシグネットはおすすめがしやすいですね。機会がございましたらぜひ手に取られてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。